い、皆さんこんにちは、ゆめです。はい、今日はですね、こちらのビエネッタを食べながら、私の暗かった、学生時代について話したいと思います。昨日スーパーに行ったらこれが売ってて、 TikTok とかなんかで見たことがあったんですよ。これを食べてる人の動画を。で、別になんかすごい気になったわけじゃないんですけど、このパッケージが目に入った瞬間に、なんか美味しそうだった気がすると思って、きっとね、どっか脳の片隅にあったんでしょうね。ですごい解体衝動に駆られて、すごい買っちゃいました。昨日でなーん、こんな感じ。さすがにね、これ大食いじゃないんで1本全部は食べれないと思うんですけど、ハサミいらなかった。すごい、見て、うわこんな感じ、すごい。ではいただきますパリパリ感聞こえないですね。なんか販売中止になっちゃったんですよね、日本だと。この真ん中がザクザク、こういうことか。なるほど、パリパリの取れない、美味しい。チョコとバニラアイスですねこれは ASMR ASMR だ。これ丸かじりしてましたね、みんな。おいしい。これでも全部食べたら加工しちゃうだから全部は食べないんですけど、美味しい。結構私甘党じゃなくてしょっぱいものの方が好きだから、あんまり甘いものを食べたい衝動がなかったんですけど、ちょっと昨日はちょうど食べたい衝動に駆られました。なので買ってみました。美味しい。そんなに甘くない。パクパク。おいしい。で、話さないと。で、昨日なんか急にある人に手紙を書きたくなって、手紙を書いたんですよ、久しぶりに。その時にその学生時代を振り返ってたんですよ。高校の時はこれこれでっていう感じで。そういえばめちゃくちゃ私暗かったなと思って今ね、みんなにどういう風に見えてるか分かんないんですけど、めちゃくちゃ暗くて、高校の時は本当に友達がいなくて、やっぱ食べらんのって喋りづらい。なんか全然友達がいなくて、クラスに一人もいなかったんですよ、本当に友達が。だからお昼は毎日人が来ない教室があるんですけどその人が来ない部屋で毎日お昼一人で食べてましたね超寂しいんですけどで10分間休みあるじゃないですか。1時間目と2時間目とか、その時間の間の休み時間、そこも喋る人がいないから
トイレにゆっくり行ってゆっくり手を洗って戻ってきて机にこう伏せて次の時間が来るのを待ってるみたいな、本当に暗くてクラスに友達が本当にいなくて、そうっていうのを手紙に書いてて、なんか高校の時って全てがクラスごとじゃないですか。これ授業もクラスだし、文化祭の出し物とかも、部活でもあるかもしれないけどクラスでやったりするじゃないですか。だからもう全然いい思い出がないですね、友達いないからいじめられてたとかじゃないんですよ。いじめられてたとかじゃなくて、ただ友達がいないっていや本当に辛かったですね。でゼロっていうわけじゃなくて、そのクラスにはゼロなんだけど、その部活にはいて、でも部活がおことだったからそんなに人が多いわけでもないし、毎日活動があるわけじゃないから、部活の時はその週2回とか3回の学校の後だけはちょっと人と喋れるんだけどほとんどもう高校生活の大部分が一人で過ごしてましたね。切な。そうで、早く終わんないかなこの生活って思ってました。結構本当に暗くて病んでて、痛いとか本当にあんまりね言っちゃいけないけど、痛いとか消えたいとかそういうことが口癖で、めちゃくちゃ病んでましたね本当に。そんで早く高校卒業したいなって思ってたんだけど、でそれでその後東京の大学に行くんですけど、東京の大学に行っても大学デビューも失敗して、なんとで大学もでも友達がいなくてほとんど一人で過ごしてました。そう大学も何やってんだろうみたいな。で東京に行ったから一人暮らしを始めたんだけど、その親にすごいお金を出してもらってるわけじゃないですか。その入学費用とか授業料とか、あと一人暮らしのアパートのお金とか、すんごいお金を出してもらって頑張っていってらっしゃいって送り出してもらったのに、楽しめてない私って思ったらもう本当にもう毎日泣いてて、なんだろう、っていうなんかちょっとした泣きじゃなくて、もう本当におえつがすごい、泣きすぎて死んじゃうんじゃないかっていうぐらい毎日泣いてて辛くて、なんかこんなに応援してもらってサポートしてもらってるのに、なんかそれに応えられてない私が惨めで辛くて泣いてましたね。そうで部活に入ったんですけど、部活は楽しかったんですよ。でも結構大変な部活だったから、毎日朝も夜も練習があって、で私は田舎から出てきたから、なんていうんですか、一人暮らしっていうもう本当に壮大な出来事じゃないですか。実家暮らしだったのが一人で暮らし始めるっていう。でそれにも慣れなくて、すごい生活スタイルの違いに慣れるのも大変で、そのおことの部活だったのに全然違う運動部に入ったんですけど、なんかそれにも対応するのが大変で、なんかそううまくできなくてやめちゃったんですよ。でやめちゃってからもまた暗黒時代が始まって、めちゃくちゃ暗くて一人で学食食べる毎日だったんですよ。食べる、そんなことを乗り越えてオーストラリアに来て、オーストラリアって本当に移民の国だから、なんだろう、いろんな宗教の人もいるし、いろんな肌の人、いろんな目の色の人が普通にいて、あと食べ物とかその宗教によっても豚を食べれないとか牛を食べれないっていう人もいるし、なんだろう、ベジタリアンとかビーガンとかも普通にいるし、
その日本でいたら珍しいって言われるような人が全然珍しくなくて、でなんだろう、いろんな人がいるんだけど、なんかいい意味で他人に興味がないっていうか、誰かが何をしてようが何も関係ないというか、自分には何も関係ないっていうか。で私はその外国人になったわけじゃないですか、日本の外に出て。で私が外国人として暮らしてて、なんかやっぱ日本にいた時ってすごい人と比べてたなって思って、なんかあの子はあんなに可愛いのに私は全然可愛くないとか、あの子はダンスがすごく上手だけど私はちっちゃい時からやってたわけじゃないし全然上手じゃないとか、その人ありきの自分みたいな私だったんですけど、オーストラリアに来てからはそのなんか別に誰がどうとか関係なくて、自分がやりたいことをやるのがいいなって思ってで YouTube とか始めて、さらにそれがもっと強くなって、こう私が楽しくてやってることなんだけど、それを見てその楽しいとか元気になったよとかって言ってもらえるようになって、私はただ楽しくてやってるだけなんだけど、その相乗効果、見てくれてる人がまたハッピーになって、で私もハッピーだし、こうハッピーの相乗効果っていうか、もう本当にやっぱ自分が楽しいことをやってれば人も幸せになるなっていうのをすごく実感して、で昨日手紙を書いていて、なんかそんな時代があったんだけど、なんかその頃の私が死ななくてよかったなって本当によく頑張ったねって言いたいですね、その頃の私に。今思ってもその狭い世界にいたから広い世界を見れなかった。辛い辛い、私が辛いって思ってた、私だけが辛いみたいな思ってたし、で高校の時とかって余計それしか社会がないから、こうなんかそこでうまくいかなかったらそれが全てじゃないですか。学校がでうまくいかなかったらそれが全てだった。でそれ以外のコミュニティなんてなかったから、だから辛かったなと思って。そう、でも今ねこうやっていろんな日本じゃないところに出て、で YouTube ってすごいじゃないですか。本当にいろんな人とつながれるから、よく乗り越えたねって言いたいですだから、みんなもなんかやりたいことあるんだけどまだやれてないなとかっていう人はぜひやってほしいですねっていう、その別に重くないんですよ重くなっちゃったけど、そういう暗い話じゃなくてハッピーな話だよっていうことです。それを言いたかったんです。そういうことで食べながら喋るのは大変だったけど、それまた喋るの忘れちゃった。そうだから学生時代のことを話すから制服着てみましたというわけでまだこれは動画終わっても食べ続けると思うんですけど、今日ね終わらせるのはちょっと無理ですけど、半分ぐらいはいけるかな。日本ではもう買えないんですよね。美味しかった。初めて食べました。どこのなんだろう。サウスアフリカって書いてあるサウスアフリカなのこれ。ちょっとわかんないけど、なんか日本の TikToker の人が食べてたパッケージと全然違うこれ。でもというわけで美味しかったです。皆さんもやりたいけどまだできてないなって思うことを始めてほしいなっていうのと、今悩んでるんだけどっていう人はそれを乗り越えたらっていうか、今はどん底かもしれないけど、乗り越えたら絶対楽しいことが待ってる
よっていう話です。だから楽しくいきましょう。いろいろあると思うんですけどっていう話でした。今日も見ていただいてありがとうございます。私もちょっと風邪ひいてたんですけど、やっと治ってきたので、また元気に踊って歌っていきたいと思います。今日の動画が良かったよって方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。